こんなに大きなナマコは見るのは初めてです。現在私たちはフローレス海にいて、イノシシ島へ向かっています。10日間のサバイバルに挑戦します。今回戻ってきた理由は、リーダーから聞いた話では、最近は巨大シャコとロブスターが活発な季節だからです。だからここは私たちにとってアマゾン編の後で最初のイノシシ島はとても広く、直径は2キロ以上あります。複数の浜辺と小さな森があります。本土からそれほど遠くありませんが、観光客も住民もいません。まさにサバイバルに最適な手つかずの場所です。以前は島のほんの一部しか探索していませんでした。島の動物や海の生き物は本当に種類が豊富です。この10日間で新しい発見をたくさんしたいと思います。今回持ってきた荷物は撮影機材一式と手作りの森銃です。それ以外には食料も真水も一切持っていません。この10日間は自分たちの力だけであらゆる問題を乗り越えていきます。それでは新たな無人島サバイバルスタートです。まずはこちらを1年前に作ったシェルターです。今夜はここで泊まります。これで寝場所は確保できました。次は食料と飲み水の確保です。ダートを2手に分かれよう。俺は食料、お前は水を頼む。軽く引き受けたけど、今は乾季だったと思い出した。こんな荒れた島で真水なんてどこにあるんだ。見渡す限り何もありません。仮に水源があってももう干上がっているはずです。しかも日差しは強く、あと1から2時まで間見つからなければ脱水してしまいます。一方その頃、私は海へ向かい、食料探しを始めました。ダートーは必死に真水を探します。しかし島はあまりにも乾燥していて、島にある唯一のヤシの木にも若いココナッツは見当たりません。ですが幹が太すぎて登れません。力を入れても必死に挑戦しましたが登れませんでした。それでも諦めず地面を見ると、落ちていた熟したココナッツを2個発見しました。山を越え谷を越え、やっと水入りのココナッツを2個手に入れました。開けて飲もう。中には果肉も入ってる。それじゃ遠慮なくいただきます。最高だ。でも水が少し少なくて足りない気がする。よし、今日の水探しは無事に成功だ。さあ拠点へ戻ろう。ここの海の世界はやはり圧巻です。海の透明度は本当に抜群で、数十メートル先までくっきり見渡せます。色鮮やかなサンゴ礁と海の生き物たちがまるでおとぎ話の世界のようです。どのサンゴ礁にも様々な海の生き物が暮らしています。姿も様々で、形もとてもユニークです。こんな美しい海で食料を探すのは本当に楽しい時間です。ただ一つ問題なのは、この時期は小さなクラゲが多いことです。触れるとかなり痛い目に遭います。しばらくすると海底にいるたくさんのナマコに目を奪われました。大きさは様々で、小さいものでも約1キロ、大きいものは10キロ以上です。こんな大きなナマコは初めて見ました。1メートル以上ありそうです。重いな。10キロ以上はありそうです。でも食べられるかわかりません。ひとまず海へ戻しましょう。地元ではこのナマコを食べますが、霜処理がとても大変です。しかも味もあまり良くありません。なので本当に困った時以外は私は食べることはありません。海の中には食べられるものがたくさんあります。例えばさっき見つけたホタテやヒトデ貝、それに岩陰で休んでいるエイです。この魚は本当に捕まえやすいです。普段はほとんど動かず、同じ場所でじっと休んでいます。だから狙いやすい。ただし尾の毒針には要注意。刺されると耐えられないほど痛いです。エイを仕留めた後も探索を続けました。今日は何としても海の甲をたくさん取ります。30分後、ついに夢にまで見たロブスターを見つけました。でもこいつは俺をからかっているようだ。2度ほどかわした後、突然スピードを上げて逃げていった。急いでその方向へ追いかけたが、結果はまた同じだった。うわ、こいつ早すぎる。森を持ってきて早く。森を持ってしばらく泳ぐと再び見つけた。
やっと捕まえた。ずいぶん振り回されたよ。その後、またロブスターの触覚を見つけた。でもかなり深くて開けた場所にいる。だから素早く仕留めないと、すぐに姿を消して逃げられてしまう。よし、仕留めるぞ。絶対に取る。ずいぶん取れたね。どれだけ苦労したかわからないよ。小さなクラゲに何度も刺されたんだ。すごく痛かった？ちょっとかゆい感じかな。お疲れ様、人慶。それより飲み水は確保できた？もちろん、ちゃんと確保したよ。まだ時間があるから、浅瀬を見に行こう。さっきたくさん巻き貝を見つけたんだ。1年ぶりに来たら、浅瀬は雲貝だらけになっていた。ロブスターを持って戻る途中で何匹も見つけたから、真剣に探せばもっと見つかるはずだ。予想通り私とダートーは手分けして探し、大量となった。この巻き貝は主に浅瀬の海藻が生えている場所に生息し、藻や有機物を食べて育つ。タンパク質が豊富で、無人島生活では最も手に入りやすい食材の一つだ。今日は運が良く、雲貝を拾っている最中に大きな巻き貝も見つけた。2時間も経たないうちに大収穫となった。信じられるか？島に着いた初日から大量だ。雲貝だけでも20から25までキロくらい。久しぶりの海鮮だから今日は思い切り楽しもう。早速下ごしらえしよう。後で視聴者が島に来るんだ。視聴者って誰？もうすぐわかるよ。1時間以上かけて準備し、豪華な海鮮料理が完成しました。するとその時、シャオシャオという女性ファンが私たちが伝えた場所を頼りに海を渡ってやってきました。彼女は私たちの暮らしに憧れていて、休暇を利用して体験しに来たそうです。ちょうどいいタイミングだね。さあ座って食べよう。あれ？手ぶら？急いで来たから忘れちゃった。実物の方が動画よりずっとイケメンですね。やっと本当のことを言う人が来たな。さあ、冗談はこのくらいで早く食べよう。ロブスターをどうぞ。あれ、タイカが見つけたココナッツは？兄貴、全部飲んじゃったよ。なんでだって？実は少しだけ残してあるよ。喉がカラカラだ。ねえ、新しく来た君は潜れる？いいえ、泳げる。それも無理です。じゃあ料理はできる？できません。じゃあ食べに来ただけじゃないか。でも力仕事なら何でもできます。じゃあ明日は俺についてこい。その人の話は聞かなくていいよ。ここでは楽しく食べて飲めばいいんだ。うん。やっぱり兄貴は優しい。この島は本当にいいところだけど、寝る場所だけは少し質素だね。ベッドの真ん中がへこんでる。じゃあ君は奥、俺は真ん中で寝るよ。そんなのダメだよ。初日から君に我慢させられない。島に来ると巨大シャコを捕まえるって言ってただろ。そのためにはしっかりした罠が必要なんだ。これは手作りのシャコ用トラップです。設置するときはシャコの巣穴に入れるだけです。ここに餌をつけて、シャコが巣穴から出てきた時に餌に触れると輪が締まり捕まります。今朝はダートーがジャングルの中で昔現地の人が石で作った井戸を発見しました。少し掘れば水が染み出してきます。これは真水なのでしょうか。
ぬか喜びでした。長いこと掘ったのに海水でした。塩辛いだけでなく臭いです。仕方がない。今見つかっている水源は地面に落ちている古いココナッツだけです。水を探しながらも私たちは休んでいません。新しい女性メンバーが来たので、シェルターを拡張しなければなりません。人数が増えたので、広い方が快適です。試行錯誤の末、土台と骨組みが完成しました。今は雨が降っていないので、屋根はひとまず作らなくても大丈夫です。この古いココナッツ以外は何もありませんでした。ココナッツがあるだけでもありがたいよ。早く開けて飲もう。なんとかしのぐしかない。ほら、笑って。このココナッツウォーターは絶対に節約して飲もう。そういえば、人慶、どうしてこんな大きく作ったの？広い方が住みやすいだろ。まだ時間が早いから昼飯を探しに行こうか。マヒルの島には他に食べるものがないから、マングローブで貝を拾おう。見える貝。この木の根元の貝は全部食べられるよ。この辺りは結構たくさんいるね。サイズも悪くない。この黒っぽいやつだよ。美味しいかどうかはわからないけど、美味しいならたくさん拾おう。ダートーと彼女は簡単な昼食を手に入れた。見た目はあまり良くないが、味はとても美味しかった。彼らが貝を探している間、私はジャングルに夜景用の罠を仕掛けることにした。もし何羽か捕まえられれば、食事の質が大きく向上するだろう。しかし罠を仕掛け終えると、嫌な予感がしてきた。突然、木の上に1匹の猿が現れ、ずっと私の罠を見つめていた。どうやら餌のココナッツを狙っているようだ。罠を作るのも大変なんだぞ。ずっと邪魔ばかりしてくる。みんな、フローレス海周辺は本当に猿が多いんだ。前回ここでサバイバルした時も、ずっと猿に邪魔された。次回はもうここには来ない方がいいかもな。もう食べてるのか。何してたんだ？さっき夜景を捕まえに行ったんだ。でもずっと猿に邪魔されてた。まあいいさ。こんな質素なものしか食べられないなんて。大丈夫。この貝は結構美味しいよ。美味しいならたくさん食べて。夜はカニ取りに連れて行ってあげるよ。君たちがカニを取るなら、私は潜って、この島で生き残るためには、一瞬たりとも休んではいられない。さもないと飢えてしまう。今日はくぐる場所を間違えたかもしれない。何時間も探したのに、車庫の巣穴は一つも見つからなかった。しかも、魚つきもうまくいかない。昼間の魚は驚くほど素早い。どれだけ狙っても、正確にかわされてしまう。仕方がない。魚つきが失敗した以上、別の方法を探すしかない。ここには大小様々なナマコがいる。その時ふと思った。もし食べ物が見つからなければ、ナマコを焼いて食べるのも悪くない。だが結局、その考えはやめることにした。もう少し探してみよう。諦めなければ、まだ希望はあるはずだ。時間が経つにつれて、探索範囲も徐々に広がり、見つかるものも増えていった。その間ずっと、私は海底を注意深く見つめていた。少しでも取れそうな獲物は、絶対に見逃さない。やはり諦めなかった甲斐があった。サンゴの隙間で何匹もの伊勢エビを見つけた。前回の経験を生かして、今回は素手では捕まえず、この方法はとても効果的だ。伊勢エビに反応する隙を与えない。一撃で仕留めることができる。目の前のこの個体も頭を一発で貫いた。反撃するチャンスは全くない。数匹の伊勢エビを取った後、さらに岩穴の中でセミエビを見つけた。これで今回の潜水は終了となった。今日の潜りは収穫が偏った。伊勢エビばかりだ。クモガイはたくさん見かけたけど拾わなかった。小さいのが2匹と大きいのが1匹。それにシャコが1匹。ダートーたちはもうここにいない。多分出発したんだろう。日が徐々に暮れていく中、ダートーと新しい女性メンバーも動き始めた。島の反対側にやってきた。ここのマングローブで大物を狙うつもりだ。言っておくけど、前にこの島で5キロ超えを捕まえたことがある。そんなにすごいの？そうだよ。足元の穴をよく見て。カニはその中に隠れているかもしれない。この穴かな。
いた。引っ張り出したぞ。わあ、このカニすごく凶暴だね。気をつけて。大丈夫。俺の方がもっと強いから。見たかい、シャオシャオ。カニ取りってこんなに簡単なんだ。それはダートーがすごいからだよ。よし、次を探そう。あ、ここにもいる。木の上だ。君がやってみて。さっき捕まえたのより大きいぞ。引っ張り出してみる。ダートー、私、覚えるの早いでしょ？本当に覚えるのが早いな。こうして、ダートーとシャオシャオは、マングローブで良い収穫を得た。2時間の探索で、2人とも大きなノコギリガザミを2匹ずつ捕まえた。さあ、シャオシャオ、このカニを食べてみて。ジン兄、伊勢海老を1匹もらっていい？わあ、身がぎっしりだ。明日は何としても真水の問題を解決しないと。このままじゃ島で生き残れないぞ。もちろんだ。俺もシャオシャオともっと島にいたいから。ダートーは明日もっと真水を探してね。任せてくれ。伊勢海老を食べて遠慮しないで。わあ、人形が取ったこの伊勢海老、すごく太ってるね。今日はこの伊勢海老、ちょっと身が硬い。それなら私が取ったこの大きなカニを食べて。ああ、そういうことか。ダートーは明日真水探しに行って、俺はもっと海を探索してみるよ。シャコの巣穴が見つからないなんて信じない。明日はもっと頑張ってくれよ。ついに俺はこの無人島で巨大シャコの巣穴を見つけた。今朝朝食の食材を探しに海へ入った時、ある海域でたくさんの大小様々なシャコの巣穴を見つけた。巣穴の表面には通気口があり、周囲の偽装を取り除くと巣穴の大きさがわかる。面白いことに巣穴を壊すとシャコはすぐに出てきて修復しようとする。この時、私たちは餌付きの自作シャコ穴を入れて石で押さえて待つだけでいい。しばらくすると罠にかかる。この無人島のシャコはとても大きい。適当に1匹捕まえても20センチを超えることがある。普通は1つの巣穴にオスとメスの2匹がいる。だから1つの巣穴で2回捕まえるチャンスがある。私たちはたくさんのシャコを捕獲した。これが俺とカメラマンのダートーの今日の成果だ。大きなシャコが4匹とホタテが3個ある。これはもう巨大シャコと言っていいだろう。長さを見てくれ。この1匹は30センチくらいありそうだ。ダートーのやつはまだ帰ってこないのか。朝早くから女性メンバーと淡水を探しに行ったが、先に料理をしよう。砂が少し湿ってきた。もうすぐ水が出そうだ。ダートー、もう何時間も掘ってるぞ。いつになったら真水が出るんだ。もうすぐだ。俺を信じろ。ほら。わあ、ついに水が出た。ダートーと女性メンバーの苦労は無駄ではなかった。ここの地面はある程度まで掘ると、地下から澄んだ真水が次々と湧き出てくる。この島の地下水はとても天然で、汚染もない。簡単なろ過器を作って、ろ過すれば、飲むことができる。このろ過器は木炭と砂で作られている。不純物をしっかり取り除いてくれる。ついに最大の問題を解決した。その頃には炭火の準備もできていた。シャコとホタテを焼き始めると、この島での新しい1日が始まろうとしていた。ダートー、今日はすごいな。本当に巨大シャコを見つけてきたじゃないか。こんな大きなシャコを取るなんて、運が良かっただけだよ。この焼きシャコ、本当にいい香りだ。ジンケイ、このシャコはもう焼けたかな？シャオシャオ、一番大きいシャコを食べてみて。じゃあ私は一番小さいのを食べるね。無人島サバイバルを何年もやってきたけど、シャコを食べるのはまだ2回目なんだ。殻を剥いてみよう。うわ、すごく甘い。
本当にロブスターよりずっと美味しい。取れたてをその場で焼いたシャコはとても甘みが強く味も抜群です。この島で食べた中でも最高に美味しい食べ物の一つですね。美味しいでしょ？美味しいけど少し足りないかな。大丈夫だ。後で海に潜ってまた探してくるよ。よし、カメラマンも食べて。シャコを食べ終わった後は今日一番重要な行動の時間です。新しい仲間も増えたので毎日の食料をしっかり確保しなければなりません。そこでダートーは再び浅瀬で雲貝を集め始めました。ダートー、本当にすごいね。今日はたくさん得るよ。一方、私は島の反対側へ向かい探索を始めました。珍しい海の甲が見つかるか試します。海にくぐるたびに目的があります。それは無人島の食材リストに新しい名前を増やすことです。そのため毎回違う場所を探索しています。このウツボはかなり目が悪いようで目の前を動いても気づきません。そこで魚付き銛を放ちました。しかし銛の威力が弱く、ウツボの皮も厚かったため、結局逃げられてしまいました。その時は本当に悔しかったです。でも現実を受け入れるしかありません。海での食料探しはそんなものです。チャンスが来ても、毎回成功するとは限りません。今日はたくさんの貝を見つけました。様々な種類の巻き貝がいました。その多くは海底の砂地に生息し、移動しやすい環境で暮らしています。前回この貝を見つけてからもう1年以上が経っています。なんて大きな宝貝だ。うわ、かなり重そうだ。とりあえず確保しよう。1匹見つけた後、すぐ隣でもう1匹見つけました。この貝については何度も現地の人に保護対象かどうか聞いてきましたが、毎回はっきり違うと言われたので、ひとまず持ち帰ることにします。その後、大きなホラ貝も見つけました。見た目はかなり変わっていますが、実はここでは最もよく見かける貝の一つです。ホラ貝以外ではあちこちにいる六角貝も有名です。六角貝と呼ばれる理由は、殻に6つの突起があるからです。また見つけました。しかもかなり大きいです。今日は本当に運がいいですね。しかもこんなに大きい。実は今日の探索はかなり長く、約3時間もかかりました。皆さんが見た収穫はその結果なんです。そして探索の最後に大きなロブスターも見つけました。かなり奥の穴に隠れていましたが、無理だと思ったところ、運よくヒゲに引っかかって捕まえることができました。今日はたくさんの種類の貝と大きなロブスター1匹を手に入れることができました。今日は私たちの無人島生活で今までで一番貝の種類が多い収穫でした。貝柱は数に入れていませんよ。ホラ貝もあるし、宝貝やヤシ貝、そして六角貝もあります。それにダートーが拾った雲貝もあります。食べるのはちょっともったいないですね。今から海に返してきます。ダートー、この貝を下処理しておいてくれ。私がやります。今日はみんな大変だったし、一緒にやりましょう。彼女はすべての貝を下処理し、切り分けてから茹でた。海水でそのまま茹でれば十分だ。塩味もついてちょうどいい。茹で上がったら持参した調味料につけて食べる。絶対に美味しいはずだ。そしてロブスターも半分に切って調理した。持参した調味料を塗り、焼き上げると食欲をそそる香りが広がった。ついに海鮮ディナーが完成したぞ。今日はシャコを食べてからもう8時間も経ってる。ジンケイ、早く食べましょう。お腹がペコペコです。じゃあ食べよう。まずは貝から。私も貝を食べる。私はロブスターを。うわ、本当に最高だ。この調味料を島に持ってきてから、何を食べても美味しく感じるよ。前はこのヤシ貝を食べてもタイヤみたいだった。やっぱり私はこのエビの型が好き。この数日の無人島生活はどうだった？動画で見ると楽しそうだったけど、来てみたら本当に大変だった。毎日たくさん働くし、すごく日焼けもした。家に帰ったら、両親に気づいてもらえないかも。シャオシャオの話を聞くと胸が痛むよ。でも全体的にはすごく楽しかった。今まで経験したことのないことを経験できたし、今まで食べたことのない海鮮も食べられた。それならよかった。
いつまで島にいるつもりなんだ。明日には島を出ようと思います。だって私は女の子ですから、こう不便なんです。それはわかるよ。俺は納得できないな。シャオシャオ、もう少しいてよ。話を脱線させないで、みんな早くご飯を食べよう。